どうも皆さんこんにちは、ムサです。作例はいかがでしたでしょうか。今回この作例に使用したカメラなんですけれども、ソニーからリリースされた、プレミアム機でもある Xperia 5 Mark IV というね、スマートフォンを使用して撮影してみました。はい。この Xperia 5 Mark IV はですね、超広角、広角、望遠とレンズの種類が豊富で、全てのレンズで素早くて正確な AF と精度の高いトラッキングが可能となっております。今回はその Xperia 5 Mark IV のね、いろんな機能を使って撮影をしてみました。ちなみに 4K の 120fps スローモーション以外はですね、フォトグラフィープロのベーシックモードで撮影をしております。そして今回4つのね、簡単なハウトゥーを紹介したいと思います。はい、まず1つ目、よりと引きを使ってください。どんなシチュエーションに対してもワンタップで簡単に3つのレンズの画角でバリエーションが出せるので、まあそうですね、よりと引きを使うことで見ていて楽しく飽きられない映像ができると思います。そこはスマホのね、強みだと思います。まずはワンカット目にですね、スローモーションを使用した、イメージカットが流れたと思うんですけども、1カット目と2カット目でよりと引きをね、表現したかったので 60mm と 16mm のレンズを使用しました。2つ目、フォーカスを意識してください。オブジェクトトラッキング機能についてなんですけども、これがね、めちゃくちゃ優秀で、タップした被写体にピントを合わせることが可能で、ミルでコーヒー豆をね、引くシーンがあるんですけども、ミルが一瞬手で隠れてもフォーカスが合ってくれます。なんで、ここはフォーカス合っていてほしいと思うシーンは、積極的にこの正確なね、オブジェクトトラッキング機能を使用しましょう。あと、こうやってちょっと動きをね、つけるだけで、こんな動画が変わります。はい、僕がどうやってカメラを動かして撮影しているかを意識して冒頭の作品をもう一度見てみてください。はい、3つ目、緩急をつけてください。次は 4K120fps のね、超スローモーション機能です。120fps で撮影するにはビデオグラフィープロを使用してください。120fps で撮るときにはですね、シャッタースピードはその倍の250分の1にすることを覚えておきましょう。あと、スローモーションをオンにしておくと、編集なしでスローモーションを編集できるので、めっちゃ便利です。なぜ 120fps で撮影するのかは、動画を最大5倍のスローモーションに編集できることと、何気なくいつも見ているシーンがね、シネマっぽく、エモい表現ができるからなんです。さらに、5倍の映像とスローモーションを緩急つけて編集すると、これもまたね、見ていて飽きられない映像表現ができます。はい、4つ目、人物を入れましょう。物撮りだけじゃなくて人物を入れ込むとドラマが生まれます。そこで役に立つ機能が瞳 AF ですね。はい。この瞳 AF 機能についてなんですけども、被写体の瞳にピントを合わせ続けれるので、かなり安心して撮影ができました。後で被写体のね、ピントが合ってなかったというね、事故を防いでくれます。ぜひね、何気ない瞬間、特にね、小さなお子さんとかを撮影するときに使用してみてください。はい、誰でも簡単にプロのような映像が撮れる Xperia 5 Mark IV、ぜひ皆さんもこの Xperia 5 Mark IV で気軽に作品作りをしてみてください。きっと日常がクリエイティブに楽しくなると思います。あと皆さん、WOW Xperia というね、ハッシュタグをつけて、撮った動画を投稿してみてください。ではそろそろこの辺でご視聴ありがとうございました。